こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は人間関係のストレスを軽くする3つのアプローチについてお話ししたいと思います。人の悩みの多くは人間関係から生まれると言われていますよね。私自身60代になって振り返ってみると、仕事でも家庭でも友人関係でもどうして分かってくれないのだろうと嘆いたり、なぜそんなことをするのと腹を立てたり、人との関係で心を乱されることが何度もありました。でも年齢を重ねるにつれて少しずつ分かってきたことがあります。それは人間関係というのは相手を変えようとするよりも自分の見方や考え方を少し変えた方がずっと楽になるということです。今回は私が大切だと思っている3つの考え方についてお話しします。これらのことを意識するだけでも人間関係でイライラしたり傷ついたりすることが少なくなると思います。では早速始めましょう。1つ目は他人に過剰な期待をしないということです。人間関係というと苦手な人や嫌いな人との関係で悩むように思いますよね。まあそれもあるでしょうが、実際には私たちは親しくない人よりも夫婦や家族、親友など親しい人との関係で深く傷つくこともあるのではないでしょうか。なぜかというと、親しい人ほど相手に期待してしまうからです。これくらい分かってくれるでしょう？言わなくても察してほしい。これぐらいしてくれて当然。そんな気持ちが知らず知らずのうちに出てきます。私にも覚えがあります。私はこれだけやっているのに、どうしてあなたはやってくれないの？そんな風に思ったことも何度もありました。でもよく考えてみれば、どれだけ親しい相手でも自分とは別の人間なんですよね。夫婦でも親子でも兄弟でも親友でもそうです。考え方も違えば感じ方も違います。大切にしていることも違いますし、価値観だって同じではありません。なので自分が当然こうしてくれるはずと思っていても、相手にとっては全く当然ではないこともあります。そんな時、こちらの期待が大きいと、相手がその通りに動いてくれなかったことで、裏切られたとか、大切にされていないと不満を感じてしまいます。そして相手を責めたり、不機嫌な顔を見せたりしてしまう。これが人間関係を悪くする原因になってしまうんです。そのため私は親しい人でも適切な距離を持って考えることが大切だと思うようになりました。距離を置くというのは冷たくするという意味ではありません。この人にはこの人の考えがある。私とは違って当たり前。そう思っておくということです。そうすると、相手が自分の期待通りに動いてくれなかった時でも、まあそういうこともあるよねと割と簡単に諦めがつきます。あまり期待をしないことで相手にプレッシャーをかけることもなくなるし、何より自分自身もがっかりすることが減るため楽になりました。人間関係のストレスを
軽減するための2つ目のアプローチは、あなたも正しい、私も正しいというスタンスを持つことです。私たちは誰もが自分の中にこうするのが正しいという考えを持っています。もちろん自分なりの価値観を持つことは大切です。ただ気をつけたいのは、私が正しいと思っているのだから相手もそう思うはずだと考えてしまうことです。人というのは本当に様々です。育った家庭も違えば、親から教えられてきたことも違います。受けてきた教育も経験してきたことも違います。性格も違えば、得意なことも苦手なことも違います。今置かれている状況や環境だって違います。それだけ違う人間同士なのですから、正しいと思うことが違って当然だと思います。だから、私はこう思う。でもあなたはそう思う。私とは同じ考えでなくてもそれでいい。そう思うようにしています。相手の意見を認めたからといって自分の考えを捨てる必要はありません。自分が正しいと思うことは自分の中で大切にすればいいんです。でも同時に相手にもこの人には私と違った考えがあるのだろうと思える余裕を持っていたいと思います。意見が違った時にそれは間違っているとすぐに否定するのではなく、そういう考え方もありかもねと思ってみる。この一言を心の中に持っているだけでも人間関係は随分変わります。私も若い頃はどちらが正しいのかをはっきりさせたくなることが多かったです。でも今はどちらか一方だけが正しいとは限らないと思うことが増えました。長く生きていると立場が変われば見え方も変わることが分かってくるからです。あなたも正しい、私も正しい、このくらいの心の柔らかさがあると人と争うことも少なくなると思います。人間関係のストレスを軽減するための3つ目のアプローチは、人間はどんな人でも不完全な存在だということを忘れないようにすることです。どんなに立派な人でも、どんなに優秀な人でも、どんなに社会的に成功している人でも、人間である以上、すべてが完璧ということはありません。私たちは好きな人に対しては、その人の良い面に意識が向きやすくなります。この人は本当に素晴らしいと思うと、その素晴らしい部分がますます大きく見えて、実際以上に相手を美化してしまうことがあります。でもどんなに素晴らしく見える人でも、やはり人間です。良いところもあれば、至らないところもあるし、間違えることもあります。ところが、最初に相手を美化しすぎていると、ふとした時にその人の不完全な部分を見たことで、こんな人だとは思わなかったと大きく失望してしまうことになります。でも最初からこの人にも不完全なところはある、それが人間なのだからと思っていれば、必要以上に期待することもなく、その後の失望も小さくなると思います。そしてこれは嫌いな人に対しても同じです。嫌いな人や苦手な人に対しては、その人の嫌な面ばかりに意識が向きやすくなります。そしてこの人のこういうところが嫌いと思えば思うほど、その部分が大きく見えて、
その人全体まで嫌な人のように感じてしまうことがあります。でもどんな人にも良い面と悪い面の両方があります。嫌いな人にも自分には見えていない良い面があるかもしれません。もちろん嫌いな人を無理に好きになる必要はありません。ただ、この人にも良い面と悪い面がある。そして不完全なのはこの人だけではなく私も同じと思っておくだけでも、相手に対する嫌悪感が必要以上に大きくなるのを防げると思います。人は意識を向けた部分ほどその特徴が大きく感じられやすいものです。だからこそ好きな人を美化しすぎず、嫌いな人を悪く見すぎない。どんな人にも良い面と悪い面がある。そして人間は誰もが不完全な存在である。そんな風に考えておくことで、人に対して必要以上に期待したり、失望したり、嫌悪感を膨らませたりすることが少なくなると思います。今回は人間関係のストレスを軽くするための3つのアプローチについてお話ししました。1つ目は、他人に過剰な期待をしないこと。2つ目は、あなたも正しい、私も正しいというスタンスを持つこと。そして3つ目は、人間は不完全な存在だということを忘れないことです。人間関係は相手を変えようとすると苦しくなります。でも自分の見方や考え方は自分次第で少しずつ変えることができます。人間関係で悩んだ時には、ぜひこの3つの考え方を思い出してみてください。少し視点を変えるだけでも心が楽になることはあると思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びや豊かに生きるための知恵をシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。